はいどうもチートンです。くくり罠を仕掛けて翌日にイノシシが取れました。これよく見ると前足と後ろ足両方にくくり罠がかかってますね。ただね、ある程度身動きが取れるのでこちらがやられないように気をつけたいと思います。ということで早速ね、止め刺しをしていきましょう。くくりの位置もかなりいいですね。この子はこの間かかった子イノシシたちの兄弟ですかね。だいたいそのサイズ感ですね。お肉が傷む前にしっかり解体して冷やして持ち帰りたいと思います。確保。イノシシを持ち帰ってきて高圧洗浄機で全身を洗ってね、それから中3日間ほど外に吊るして干しておきました。なんでね、もう毛も乾いてさばきやすい状態になっています。お肉も熟成してさらに美味しくなっていると思うので、今回はこのイノシシを使ってラーメンを作っていこうと思います。ということで早速さばいていきましょう。さばき終わりました。これ以外の部位は冷凍庫に入れたんですけど、冷凍庫が満タンになりました。ありがたいことです。命に感謝していただきたいと思います。そして今回はラーメンを作るということで、あばらとネックともも、そしてね、ももに含まれる骨を割って髄の出汁を取りながら、あばらを使ってチャーシューにして豚骨ラーメンならぬイノ骨ラーメンを作っていきたいと思います。ということで調理していく。まずは寸胴にネック、あばらを入れてもも肉をぶち込みます。骨はねちょっと肉がついてて割りづらいので、煮込んでお肉がほぐれてきたら割っていきたいと思います。たっぷり水が入りました。そしたら早速煮込んでいきましょう。ファイヤー。そしたら臭み消しにネギの頭を入れます。そして旨味を足すために玉ねぎ、そしてニンニクを入れていきます。こういった香味野菜を入れると旨味の追加はもちろん、その香りによって匂い消しになります。続いてイノシシのあばら肉をチャーシューにするために丸めて縛っていきます。くるくるくるときつく丸めてこんな感じ。そしたらこれをね紐で縛っていきます。ぎゅーっとしっかり縛ったら、ここをぐるぐるぐると回してお肉に入れていきます。でギュッとこんな感じ。これをね下の方までしっかりやっていきます。ぐるぐると回してお肉に通します。これくらいはねしっかり縛れるようになるといいと思います。最後はここで縛りましょう。余った紐は切っちゃいます。イノシシのあばら肉しっかり縛ることができました。これはチャーシュー用なんですけど、これもねここに入れて煮込んでしまいましょう。沸騰してから1時間ぐらいで出したいと思います。うわーいい感じ。沸騰して1時間経ったのでチャーシューを揚げていきます。そして骨の出汁が出るように足の骨を割っていきます。お肉は骨から剥ぎ取っちゃいましょう。そうすればよりね出汁が出ると思います。うわめっちゃいい匂いしてる。もはやこれがうまそう。ちょっと味見いただきます。肉のいい旨味。足の骨を取り出せました。いわゆるげんこつですね。これを割って中の髄を出したいと思います。買った。さすがイノシシ、気合入ってんな。割れた。落っこちたのは洗ってきます。髄が入ってますね。スープにしっかり溶け込ませたいと思います。そしてこれがすねの骨ですね。これもしっかり割って入れておきましょう。イノシシのすね買って洗ってきました。こんな感じで骨の中に骨髄が入っています。これをしっかりスープに溶かし込むことでうまい出汁が取れるっていうわけです。うわー、このあばらもね砕いてボロボロにしてね鍋の底に沈むようにしたいと思います。あばらはね火が入るとこんな簡単にバラバラにすることができます。背骨も砕いて入れていきます。ちなみにイノシシはこれをやってもいいんですけど、鹿の場合はねちょっと注意が必要で、鹿は異常プリオンを持っている可能性があって、特にね脳やこういった脊髄に異常プリオンがたくさん蓄積している可能性があるので、それをもしね人が食べてしまうとクロイツフェルト・ヤコブ病といって脳がねスポンジ状にスカスカになってしまう病気にかかる可能性があります。前にねコメントでもらったことがあるんですけど、知り合いの漁師が鹿の脳を食べるのが好きでよく食べていたそうなんですけど、そのねヤコブ病にかかって脳がスポンジ状になって亡くなってしまったっていう話を聞きました。それがねたまたま鹿とは関係なくなってしまったのか、それともね鹿の異常
常プリオンによって脳がスカスカになってしまったのかは因果関係はわからないんですけど、ただ鹿にはねそういった異常プリオンの可能性があるっていうことが分かっているので、できるだけ鹿はね脳や脊髄を食べないようにしましょう。全てお肉がバラバラになりました。そしたらねチャーシューを漬け込むタレを作っていきたいと思います。材料は水 500g、 お酒が 100g、 みりん 100g、 醤油 255g、 砂糖 30g なんですけど、今回ねきび砂糖を使っていきます。そしてザラメが 90g。 ザラメは砂糖を焦がして香ばしい香りがついています。そして玉ねぎとニンニクを適量入れます。そしてさらにこのスープを約 200cc 入れていきます。一煮立ちさせていきます。チャーシューだれが一煮立ちしました。ジップロックにイノシシのお肉を入れてチャーシューだれを注ぎ込みます。そしたらこれはこれでしばらく寝かしておきましょう。沸騰してから約8時間煮込み続けました。傘も約半分に減りました。相当濃厚になっていると思います。げんこつの髄もしっかり抜けました。もうお肉もホロホロでね、全く形が残っていません。玉ねぎもニンニクも全てね溶けてしまいました。入れていたネックも完全にバラバラになっています。完璧。ちょっと味見をしてみましょう。おー、まるで黄金のスープ。いただきます。うまっ、めちゃくちゃうまい。濃厚、うまみがすごい。なんとも言えない濃厚なうまみですね。うわ、完全にこれイノコツスープできてます。まあね、イノコツスープというほど骨は入っていないんですけど、お肉の量が多かったんで、そこからうまみがしっかりとこのスープに溶け込んでいます。たまらない味ができてる。これだけでうまいぞ。それではもう夜になっちゃったんで、明日醤油だれを作ってイノコツラーメン食べたいと思います。さらに数時間煮込みました。豚骨ともちょっと違うね、旨味のあるいい香りです。めちゃくちゃ楽しみ。そしたらこれはかなり濃縮されたんで、蓋をしてグツグツと出汁を取りながら、ついにラーメンだれを作っていきます。まずは醤油 300g、 みりん 100g、 お酒 100g、 昆布を適量入れます。そしてニンニク3かけを細かく切ったもの、ラーメンといえば味の素 20g、 そして最後に煮干しや鰹節でもいいんですけど、今回はナンプラーを使っていきます。これは全部入れちゃいましょう。 70g です。カタクチイワシから作られたナンプラーですね。そしたらこれを一煮立ちさせていきます。これでラーメンの醤油だれと豚骨スープが完成しました。そしたらいよいよ麺を茹でてイノコツラーメン食べていきたいと思います。イノシシで作ったイノコツラーメンが完成。大地の恵みに感謝していただきます。完全に黄金のスープ、めちゃくちゃいい香り。いただきます。うまい、マジでうまい。うわ、濃厚、めちゃくちゃうまいよこれ。めっちゃうまい。めちゃくちゃうまい。うわー、濃厚。舌にまとわりついてくる旨味たまらないですね。うわ、こんな豚骨最高だよ。いや、これうまい。普通の豚骨とも違う、なんとも言えない旨味がありますね。イノシシならではの旨味がある気がします。それではイノシシのあばら肉で作ったチャーシューもいただきます。プリンプリン。うわ、これは大ヒット間違いなし。秘密基地食堂のイノコツラーメン絶対繁盛する。これめちゃくちゃうまい。口の中に入れただけでお肉と油がほどけていきます。いや、油うめえ。イノシシの油の香りがめちゃくちゃいい。その油がね、このスープにも溶け込んでるんで、うまいに決まってんだよこれ。うわー、最高。旦那、いい匂いがしてきたよ。マジでうまい。めっちゃラーメンじゃん。いただきます。うまい。豚骨めっちゃうまい。豚骨だよ。
めっちゃ濃厚な旨味出てる。うまい。大成功。めっちゃうまいよ。全然臭くない。めっちゃうまいよこれ。チャーシュー食ってみ。飛ぶよこれ。うん。めっちゃサクサクしてる。いやそうこれ油だよね。全然くどくない。そうでしょすごいね。豚骨ラーメンだよ。イノシシ臭さなんもないよ。食べたい。その辺の豚骨ラーメンより美味しいよ。う。これ店出せるレベルだね。うん、めっちゃうまい。まだあんの？まだあるまだある。まだねスープもねこんなに。でもあれだな、かなり煮込んだからスープが見えない。え？これスープ入ってんの？入ってる。あ、入ってるね。そう肉の量やっぱすごいなこれ。これは何かに使えますか？使えます。ラーメンだれにもするし、お肉はカレーに入れてもいいかもね。返しもスープもあるからね。また食べよう。このチャーシューマジで最高だったからこれ美味しかった。ね。炙っても美味しいかもよ。あ、それいいね。ごごちそううちそさまでしさまでしたた。ということで今回の動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタン、そして下の共有ボタンから友達に拡散してください。あとチートン同色機も好評発売中なので概要欄をチェックしてみてください。あと最近ポッドキャストも始めたのでそれもね概要欄を確認してください。これからもどんどん面白い動画を出していくのでぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。